過激なまでにファッショナブル。異様な形とトゲトゲしさ。万葉の時代から続く伝統の絞り染めを使ってウェアラブルアート、的を芸術をコンセプトにどこにもないファッションを提案しているのが今回の主人公です。片山文三郎商店次期当主の片山和也さんです。中京区たこ薬師通りに片山さんの店はあります。片山文三郎商店は大正4年、初代文三郎が絞り染めの京鹿の子絞り専門の呉服製造元として創業しました。現在は呉服ではなく、冒頭で紹介したような斬新な洋装が中心ですが、これらはすべて伝統的な絞り染めの技法で作られています。自分らが思ってもないような色に上がってきたりっていうところがすごく面白いなっていうふうには思ってますね。っていうところと、うちに関してはその絞りっていうのはもともと湯のしって言って伸ばして柄を見せるものなんですけれども、うちの場合そこの、絞った後の立体感っていうのに集中してというかフューチャーしてものづくりしてますので、その立体感を表現できるところも非常に面白いなっていうふうには感じてますね。はい。絞り染めとは、布の一部を縛ったりくくったりすることで染料が染み込まないようにして模様を作る技法です。この工程がくくりです。くくり台という専用の台に糸をかけて染める前の生地をつまみ、糸を巻きつけていきます。生地をきつく糸でくくった内部には染料が入り込みません。世界各地で似たような技法が使われていますが、京都の絞り染めは布に凹凸を残す精緻な手仕事です。ほんまに調子でやるとね、絞りは全体にムラになったらいかんからね。大体は根元をしっかりこういって負けへんと染めた場合にじんでいきますんでね、そういうところを気をつけたりしてますけどね。一口に絞り染めといってもその表現は様々。生地の突出のさせ方、糸のかけ方、くくり方によって主に6つの技法があり、さらに細かく分類すると50種類近いバリエーションになるそうです。くくり終えた生地は白目といい、ここから染めに出します。この道60年以上というベテランの染め職人が一つ一つ丁寧に染めていきます。まずは生地の不純物を取り除き、染料の吸収を良くするために一旦水にさらします。生地の素材や染料の種類、温度で染める時間を変えますが、木村さんは時計を使いません。生地が染まっていく様子や手に伝わってくる感触から最適な時間がわかるからです。絞り染めいうのはそれぞれの色によって微妙に染まり具合っていうのが変わりますし、その生地によっても違いますし、やっぱり経験とそういうのを皆把握して記憶しとかな綺麗に洗うからね。染めが終わった生地の糸をほどきます。絞り染めは糸をほどくまで仕上がりが確認できない、いわば一発勝負。
片山文三郎商店の絞り染めは立体感を表現するため、例えばこのバッグは温めて生地を伸ばす工程を行いません。絞ったままの形を生かしたバッグは伸縮性があり、デザイン的にも斬新です。この立体感を強調した絞りを考えたのは片山さんの父。3代の片山和夫さんです。もともとその着物をずっと作ってまして、その百貨店さんでの特選の販売会とかで売るっていうのが主な仕事だったんですけれども、そういう絞りの技術を使って今の生活の中で使えるようなものを作ろうということで、いろんな製品作ってきたんですけれども、私も面白がって巻いてますけど、こういうものがどんどんできてきて、そういうものを世の中出していくと、うわアートだねというような、なんか海の生物みたいだねというような声がお客様から上がってね、つけた人自体がアートになるというような、そういうコンセプトでものを作っていったらいいんじゃないかなというふうに考えて、身につけた人自体がアート作品になる。布で作られた不思議な立体作品。世界のアート界から注目を集めます。片山さんの絞り染めがニューヨーク近代美術館のカタログで紹介されたのです。まずものづくりとか色出しに関して言うと、ほんまにすごいなっていうのは感じますね。海外のお客様の反応っていうのはすごかったですし、何これと、見たことがないわと、ですごくなんか目を輝かせて言われるんですよね。でそういう時にやっぱ入って間違いなかったなっていうのと、親父のものづくりがなかったらこの会社って多分潰れてないやろうなっていうのはすごく感じましたし、今もそのものづくりの点で言うとものすごく尊敬してますね。ものづくりとか商品制作に対してはやっぱり私と意見の相違のあるところもかなりあったり、考えた私の若い頃も親父とすごい衝突してたなと思うんでね、それは仕方ないのかなと若さのパワーもあるし、私の言うことももうちょっと聞いてくれたらいいなとは思いますけど、伝統技法の延長線上にありながら大胆で型破りな冒険心とセンス。次期当主の和也さんは父のそばで絞り染めの技法を今も学びながら新しいものづくりに挑戦しています。その一つが鹿革を絞って染めた革靴です。靴になぜ着目したかというと、今後日本市場だけではなかなか難しいなっていうのを自分自身でも考えてまして、天然素材っていうのが非常に好まれるっていうことを感じてまして、2年ほど前から革を染めることを思いつき、現在も試行錯誤を繰り返しています。革ももともとの革の厚さよりどんどん薄くしていくことができるんですけれども、そこでだいたい何ミリの厚さやったらこの表現ができるよねっていうところを今見つけるのが結構難しいなっていうところですね。これもそうなんですけど、片山さんは単なる製品だけではなく、絞り染めを生かした部屋作り、空間作りができないか、日々考えを巡らせています。絞り染めを用いてどこにもない衣服やアクセサリーをプロデュースする片山和也さん。2019年9月4日から阪急梅田本店で開催される催事で、片山さんはあるテーマを掲げました。今までポップアップっていうと非常にもう物だけを出して販売するっていうスタンスが多かったんですけれども、今回は、広いスペースをいただけましたので、そこで空間全体をアートに見立てて、うちの商品とファブリックっていうのの相性で全体の空間を作るっていうようなことをしようと思ってます。テーマは絞り染めで空間を演出する。
壁に赤い細胞がうごめいています。絞り染めで空間を彩る異質のエネルギーが生まれています。片山文三郎商店、片山和也さん。絞り染めという技法を使ってアバンギャルドな装いを作り、アバンギャルドな空間を作る、新たな世界が広がっていきます。